こんにちは、 M35 です。さて今回は初代ゴジラを振り返る企画の第3弾をお届けしてまいります。第1弾は初代ゴジラがどのように誕生したのか、インドネシアとの合作映画のトンザから本作が公開されるまでの経緯についてご紹介してまいりました。続く前回の第2弾については特撮怪獣映画の原点である本作の一部始終をタイトルクレジットからゴジラの品川上陸までを追いかけながら完全実況解説で追いかけてみました。まだご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも見ていただければ幸いです。そしていよいよ今回の動画では品川駅構内を破壊した後一旦海へと戻ったゴジラが再び東京湾から上陸する場面から胸に迫る感動のエンディングまでを解説してまいります。そしてさらには山根博士が国会で堂々と語ったあの200万年前発言に込められた真意を探りながら本作の根底に流れる強烈なメッセージについても掘り下げていければと思っておりますので、最後までどうぞお付き合いください。なお本動画は前回に引き続き圧倒的なネタバレ動画となっております。未見の方は必ず映画をご覧になった上でご視聴いただきますようお願いいたします。加えて本動画はイメージ画像、イメージ音響をフル活用して作成しておりますこともご了承いただければ幸いです。また字幕をご覧になりたい方につきましては YouTube の字幕機能をお使いいただきますようよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。終戦から9年が経過し、なんとか戦後の焼け野原から立ち直りつつあった日本はただ経済だけに邁進し、特に都心部における復興スピードは目覚ましく、都市化の波はとどまるところを知りませんでした。しかしその一方世界では東西冷戦の緊張が急激に高まっていく中、列強各国が競うように核実験を実施。結果アメリカが南洋の諸島で行った水爆実験により海底深くの洞窟で種を存続させていた恐竜の住処が破壊されることとなり、その降り注いだ放射能によって恐竜は驚異的な怪獣へと変貌を遂げてしまいます。安住の地を追われ怒りの頂点に達した怪獣は貨物船や漁船を襲撃しながら日本を目指して北上を開始。途中大戸島に上陸した怪獣は島の家々を破壊。すぐに日本政府より古生物学の山根博士を中心とする大戸島調査隊が派遣され、調査隊はそこで50メートルあろうかという巨大生物を目撃します。山根博士によりこの怪獣が島の伝説に倣いゴジラと命名されると、ゴジラの日本上陸を恐れた政府は特設災害対策本部を設置し、フリゲート艦による爆雷攻撃を開始。しかしその攻撃もゴジラに打撃を与えることはできず、ある夜ゴジラが品川から上陸、品川全体を火の海と化した後再び海へと姿を消していきます。対策本部はゴジラ抹殺の方法を山根博士に尋ねますが、水爆実験の洗礼を受けながらも生命を絶たれなかったゴジラを倒すことなど不可能であり、まずはその生命の謎を解くことが急務であると訴えます。そんな山根博士に対し山根博士の娘恵美子と恋仲の南海サルベージ所長尾形は、ゴジラこそ再び日本に襲いかかる水爆そのものであると真っ向から反論。対策本部はゴジラ再上陸に備え5万ボルトの電圧による抹殺作戦を立案。東京湾一帯に電線を張り巡らせたい有刺鉄条網を設置していきます。果たしてこの高電圧作戦によってゴジラを食い止めることができるのでしょうか。それとも防衛網を突破され再び東京上陸を許してしまうのでしょうか。映画は謎の天才科学者芹沢博士の発明したオキシジェンデストロイヤーなる秘密兵器の存在を匂わせながら夜の東京湾から再上陸しようとするゴジラの不気味な姿を映し出していきます。映画は55分を経過、再び東京湾に出現したゴジラはそのままゆっくりと芝浦海岸に上陸。それを迎え撃つべく防衛隊が迫撃砲や機銃を構え一斉攻撃に備えます。ゴジラは次第に海岸線に張り巡らされた鉄条網へと接近。ゴジラと防衛隊とを交互に捉えるカメラワークとゴジラにサーチライトを当てる巧みなライティングにより緊迫感が最高潮に高まっていきます。第三管区の鉄塔の間際まで迫るゴジラ、いよいよ送電線に触れたまさにその一瞬を狙って送電係がすかさずスイッチを押し上げます。その瞬間火花がスパークし5万ボルトの高電圧がゴジラに炸裂。同時に砲撃隊と機関銃部隊とが一斉攻撃を開始。しかしゴジラには全く効果なく、いとも簡単に高圧線が引きちぎられてしまいます。鉄塔の数本を倒壊させたゴジラはさらに口から白熱光を放射。その高熱によって残された鉄塔も次々と溶解していきます。この白熱光放射シーンではギニョールのゴジラが使われ、白熱光は光学合成によるものではなく実際にギニョールの口からガス状の霧を吹き出すことで表現しています。発光しながらゆっくりと折れ曲がっていく鉄塔が溶けていく特撮は鉄塔をロウで作ったという説や飴細工、鉛で作ったという説、あるいはロウと鉛を混合させて作ったといった説もあるようですが、美術班、造形班、撮影班とで証言が食い違っているところがあるようです。今のところ私としましては造形班の八木寛樹さん、八木康栄さん兄弟のアイデアによって生み出されたというロウを使いバーナーで溶かしていく演出が最も有力のような気がしております。そして防衛ラインを突破したゴジラは市街地へと侵入していきます。背びれを光らせながら白熱光を放射し街道沿いの建物を次々と炎上させていきます。ぬいぐるみからの白熱光放射シーンは背びれの光と口から放たれる白熱光と合成アニメで表現しています。
ゴジラが移動するシーンではカメラをゴジラ目線まで高くしたハイポジションに設置し、ミニチュアの建造物が連なる街道をゴジラが画面右手からフレームインしながら左へと移動、そこから街道を見下ろすように俯瞰ショットで捉え、ゴジラの巨大感を表現しています。まだ本作では実写の人々に向かって白熱光が吐きかけられるという振り切った演出も用意されています。逃げ惑う人々を一気に焼き払っていくその特撮表現はなかなかにショッキングで、まさに過去の恐怖を逃げずに真正面から伝えていこうとする制作陣の意気込みが伝わってくるシーンだと言えるでしょう。伊福部サウンドが激しさを増し、東京が火の海と化していく様子が冷酷とも思えるほどにリアルに描かれていきます。けたたましくサイレンを鳴らしながら疾走する消防車のシーンでは、実写の消防車とミニチュアの消防車とを交互に映していきます。ここで消防車が転倒するシーンにストップモーション撮影が使われておりますが、本作の制作にあたり手間暇のかかるこのストップモーション撮影を主体とする特撮表現を断念した円谷英二さんですが、それでもこうしてところどころに何とか入れ込もうとしているところなどを見ると、円谷さんの特撮マンとしての強い意志を感じます。ガスの貯蔵タンクに白熱光を浴びせかけるシーンも圧巻で、ミニチュアで作られたガスタンクを爆発させ猛烈な炎を吹き上げていく様子を迫力の特撮で描き出していきます。東京をさらに北上しながら市街地を破壊し続けるゴジラ。画面手前を横断する電線越しから行角で捉えたゴジラが白熱光を放射するシーンでは、ギロリと観客側を見下ろすギニョールゴジラの眼が異常性を帯びており、抑制の効かない狂気のゴジラを見事に表現しています。このように本作では市街地を描くにあたって網目状に張り巡らせた電線越しに市街地を望むミニチュアの配置が効果的で、うまく画面に奥行き感を作り出しています。続いて都心部へと侵入したゴジラは街道を逃げ惑う人々に襲いかかります。路上を画面奥に逃げていく人々を追いかけるようにゴジラの脚部が画面にインサートすると、一番手前の一人が転倒し、そこに脚部だけのぬいぐるみゴジラが接近、あわや踏み潰されそうになるという間一髪のシーンを合成演出で見せていきます。街道から狭い路地へと逃げ込んだ群衆が画面手前に向けて一斉に倒れ込み、次の瞬間画面奥側の街道を巨大なゴジラの脚部が移動していく合成カットも迫力満点です。 BGM が一旦ストップし、静まり返った市街地を移動するミニチュアの特殊体を映し出します。ここでは自衛隊の協力により米軍から引き渡しを受けたばかりの M24 チャービー軽戦車が使われており、その移動音だけで捉えていくカットが緊迫感を増幅させていきます。燃え上がる建造物をバックに画面奥に仁王立ちするゴジラの勇姿と、それに対し手前から奥へと進むミニチュアの特殊体、一斉に砲撃を開始するも M24 の 75mm 砲ではゴジラに決定弾を与えることができず、逆にゴジラの白熱光によりあっという間に炎に包まれていくまでを圧巻の特撮演出で描き出していきます。対策本部と各車両との無線連絡にああ本部と前置きを入れながら更新するなど、所作を重要視する本田監督ならではのこだわりの演出が細やかに積み上げられていきます。警戒本部の指令が各車両へと伝えられると、指令を受けた警察隊の一人津田光雄さん演じる警察隊隊長がふと見上げたその視線の先にビルに覆いかぶさるように巨大なゴジラの頭部が出現。パトカーに向かって白熱光を放射すると、そのビルの窓に合成ではめ込まれた人影が見えるという手を抜くことのない円谷特撮が光ります。ゴジラの都市破壊はなおもとどまるところを知らず、なすすべのないまま東京の市街地全体が火の海と化していきます。築地から銀座へと進行し、松坂屋の鳥かご越しから走行するゴジラを映す合成ショットは観客の記憶に刻み込まれること必至の名場面となっています。ここでカメラがビルの壁際で震えながら抱き合う母と子の姿をクローズアップで捉えていきます。この三田照子さん演じる母親がもうすぐお父ちゃまのところへ行くのよと子供を抱きかかえながら死を覚悟するシーンは、それまでのドキュメント的な流れからはかなり浮き出ていて、登場人物に感情移入させようとする芝居仕立ての演出が見られます。さらにここで母親が声にするお父ちゃまという存在については、まるで戦場において懺悔されたのかと思わせるような場面作りがなされています。しかし上の子が6、7歳、一番下の子が3歳程度に見受けられますので、本作の時代設定が公開と同時期の1954年前後だとすると、子供たちの年齢から言ってもこの子たちの父親は3年ほど前までは健在であったことが伺えます。ただ本作においてそんな時間的な整合性などはあまり重要ではなく、このシーンで映画が伝えようとしているのはやはり戦争によって生み出される悲劇であり恐怖であり絶望であることは明らかだと思います。もちろんそれは東京だけに限らず、広島、長崎を含めあの時日本各地でどれだけの人々がこの母子と同様の恐怖を味わったことでしょうか。豪華に取り囲まれ逃げ道を失った母親が我が子を助けられない無念さを思いながら力尽きていく。そして少しでも子供たちの恐怖を取り除こうと、また自分自身にもそう言い聞かせるように、父親のところに行くのだから何も怖いことはないと声を震わせながら子供たちを抱きしめる姿はどこまでも切なく、こうして映画は戦後から9年しか経っていない当時の日本の観客たちに向けて、戦争によってもたらされる限りなく救いようのない光景を真正面から堂々と見せていこうとしているのです。
銀座松坂屋を火だるまにしたゴジラは、続いて和光本店の時計塔に接近すると、鳴り出した夜11時の鐘の音に反応を示し、時計塔に襲いかかります。このシーンではユニオールゴジラが使われており、異常性を帯びた野獣の動きが実にうまく表現されています。和光時計塔の鐘については、本作公開と同年1954年6月10日の時の記念日からウエストミンスター式チャイムが導入されているようですが、映画ではその音階は使用されておらず、11時ちょうどに生死を知らせる鐘が鳴り始める演出が取られています。鐘の音に興奮したゴジラは和光ビルを破壊し、その瓦礫が眼下の地下鉄の入り口に降り注ぐシーンをミニチュアワークで見せていきます。地下鉄の屋根に激突する瓦礫と地下へ逃げ込もうとする警察隊とあわや下敷きになるか否かのギリギリで見せていくカットが見事で、ミニチュア特撮と実写とかそのタイミングも含めて完璧に連動したシーンだと言えるでしょう。ビルの屋上では立一郎さん演じる GHK テレビのアナウンサーがこの惨状を実況。銀座尾張町から新橋、田町、芝浦方面が火の海と化していることを伝えていきます。続いて数寄屋橋方面へ向かったゴジラは朝日新聞社日劇の脇を通り抜け国会議事堂へと迫ります。議事堂とゴジラをマスク合成で見せていく一枚絵は、その後この作品の紹介画像として非常によく使われる印象的なショットとなっています。議事堂が破壊され、いよいよ機能停止となった対策本部が一斉に地下室へと移動を開始します。市街地の大炎上シーンでは、燃え上がるビル街の向こう側を模型のゴジラが影絵のごとく移動する光景がマスク合成によって作り出されています。このシーンで見られる模型のゴジラは、今見ると模型前とした動きを見せてはおりますが、円形で捉えたこの東京大炎上シーンはあまりにも絶望的な光景として映されており、当時の観客にとっては模型ゴジラの違和感など気にする余裕がないほどの地獄絵図として映っていたのではないでしょうか。とにかく印象的なショットが満載の本作ですが、その中でもひときわ強烈なシーンといえば、やはりあのテレビ塔崩壊における死の実況中継シーンであることに異論はないでしょう。画面手前で実況を続ける中継スタッフたちのバックにスクリーンプロセスで映し出されたゴジラがこちらに向かって方向するそのアップの映像は凄まじいリアリティを実現しています。その模様を実況するアナウンサーの立花正明さんのアップがこれまた圧倒的で、顔にオリーブオイルを塗りすぐそばで火を焚いて照り返しの光を作ったとのことですが、まさにゴジラを上回る凄まじい形相が作り出されています。そんな立花さんが命がけの実況中継を続ける中、ユニオールゴジラがテレビ塔に食らいつき、そのものすごい力によって塔がねじ曲げられていきます。ここでは柔らかく作られたユニオールが功を奏し、ぬいぐるみ怪獣が不得意とする噛みつきの表現がうまく処理されています。いよいよ最後です。さよなら皆さん、さよなら。まさに映画史に残る名アナウンスが伝えられると、その直後ねじ曲げられたテレビ塔が2つに折れ、スタッフを乗せたまま地面へと落下。スクリーンプロセスを使いバックの背景を高速で流すことによって凄まじい勢いで落下していく様子を表現しています。即座に主観カメラがミニチュアの民家に向けて急接近するショットに切り替わり、轟音とともにテレビ塔が地面に突き刺さっていくまでのシーンをフルスピードでつなげていきます。このシーンは見た者の脳裏に突き刺さること必至であり、まるで自分が落下していくかのような夢に見る恐怖映像を作り出していると感じます。テレビから流れるアナウンスによって、この後ゴジラが上野から浅草を抜け隅田川を南下していることが伝えられていきます。山根博士たち人間側は岸辺からその姿を傍観するしかなく、ゴジラが勝どき橋を横転させると、それによって生じた波がミニチュアの漁船を押し流す特撮は水の重みが伝わってくる高レベルの仕上がりとなっています。ここで再び伊福部サウンドが軽快に流れ始めると、航空防衛隊による F86 セイバーの編隊がゴジラめがけて攻撃を開始します。大プールを使いスモークとサーチライトで雰囲気を作りながらの絵作りは非常に見応えがあります。ロケット弾発射の特撮演出としてワイヤーに沿って火花が滑っていく仕様を用いていますが、その軌跡に若干の揺れが見られたのが残念でした。海上を移動するゴジラにほとんど当たらないというのも不自然さを感じました。それまで円谷さんが手掛けてきた戦争ものの特撮では、第二次大戦下で使用された投下型の爆弾や魚雷の演出が主体だったと思われ、まだまだ戦闘機からのロケット弾発射の演出は円谷さんにとっても初期段階だったのかもしれません。結局この F86 セイバーによるミサイル攻撃はゴジラ撃退には及ばず、ゴジラは海上へと姿を消していったのです。映画は1時間9分を経過。一夜明けた東京は一面焦土と化しておりました。伊福部昭さんによる荘厳な曲が流れる中、ミニチュアセットで描き出されたその光景はまさに大空襲の焼け跡そのものでした。臨時収容所には次々と担架で運び込まれる被災者であふれ、恵美子は田辺博士の助手としてゴジラから避難してきた住民たちの被爆検査を手伝っておりました。じっと真正面を向いたままガイガーカウンターを当てられる少女の姿が痛ましく、その測定結果にそっと目を伏せる恵美子と田辺博士の反応によってゴジラがもたらした
ものがただの都市破壊だけではなかったことを明確に映画は伝えていくのです。瀕死の母親の横で泣きもせず宙を凝視する少女の表情が実にリアルで、とても絵空事とは思えません。しかも少し間を置いてから火がついたように泣き叫ぶ少女の声を聞かせることにより、今母親が事切れてしまったんだと観客に悟らせていきます。これほどまでに絶望的な光景をまるでニュース映像のごとく淡々と切り取っていく本田一郎監督の冷静な演出が観客を打ちのめしていきます。この状況に恵美子はいても立ってもおられず、あの日芹沢に見せられたオキシジェンデストロイヤーの存在を尾形に告げてしまいます。回想シーンによって明かされたその物質の正体、それは液体中の酸素破壊剤、水中の酸素を破壊し生物を溶解してしまう恐ろしい物質であり、実験用はほんの豆粒ほどの装置でしたが、芹沢によればもしも砲丸大のものがあれば東京湾を一瞬にして死の墓場と化すことも可能だというのです。実験室の構図を斜めに映し取るドイツ表現主義の手法が用いられた回想シーンから、この悪魔の兵器の恐ろしさが伝わってきます。その話を聞いた尾形は恵美子と共に芹沢邸に向かいます。オキシジェンデストロイヤーを使わせてほしいと懇願する尾形に対し、芹沢は今のままでは恐ろしい破壊兵器に過ぎず、一度この兵器を使ったら最後世界の犠牲者たちが黙って見ているはずがないと、この依頼をきっぱりと断ります。こんなものさえ作らなきゃと嘆く芹沢の苦しいまでの胸の内を平田さんの演技力で見せ切っていきます。その時テレビから乙女たちの合唱による平和の祈りの歌声が流れ、焼け野原となった東京の光景と収容所で苦しむ被害者とその横で必死に介抱する家族たちがモンタージュで映し出されていきます。安らぎよ光よ解く帰れかし、命込めて祈る我らのこの一節の哀れにめでて、安らぎよ光よ解く帰れかし。東邦学園高校の女子生徒たちによる胸を揺さぶられる果てしなく清らかな歌声を聞いた時、芹沢はゴジラと共にこのオキシジェンデストロイヤーの存在そのものを消し去ることを決意するのです。いや、私としましては芹沢は恵美子に実験を見せた時点でもはや覚悟を決めていたと思っています。なぜならこの後すぐに前もって準備していたとしか思えない砲丸大のオキシジェンデストロイヤーが用意されていることからもそれは言えると思います。最後に尾形に抵抗してみせたのも芹沢の悲しい胸の内を思えば、私には十分に理解できる行動だったと思えてならないのです。そしていよいよオキシジェンデストロイヤーを使ってゴジラ撃滅作戦が開始されます。巡視船式根で沖へと向かうその戦場には芹沢博士のほか尾形、恵美子、山根博士、田辺博士の姿が見えます。この巡視船での撮影は海上保安庁の全面協力によって実現していますが、とにかく真夏の炎天下の撮影は過酷を極めたようで、俳優たちはまるで溶鉱炉の中にいるようだったとコメントしています。潜水服に身を包み準備に取り掛かっていく尾形と芹沢、その模様を池谷三郎さんによる滑舌爽やかな実況が伝えていきます。オキシジェンデストロイヤーを持ったまま海底深く沈んでいく尾形と芹沢、ここでの海中撮影では実際のサルベージ会社が協力しているとのことです。係員のミスもあって水中カメラマンの相沢譲さんが危うく窒息しそうになるといったアクシデントも発生したようで、水中撮影の難しさを物語っています。実際に水中に潜っている尾形と芹沢は潜水士が吹き替えを行っており、アップの部分のみ水槽越しに宝田さんと平田さんとを撮影しているとのことです。海底の岩場で休んでいるゴジラへと接近する尾形と芹沢、2人に気づき移動を開始するゴジラ。ここではスモークを焚いて海底を表現しています。芹沢から尾形に準備が整ったとの合図が送られ、先に尾形が浮上します。それを見届けた芹沢はそのまま一人海底に残りオキシジェンデストロイヤーのスイッチを入れたのです。ものすごい勢いで水中が泡立ち、ゴジラの全身を巻き込んでいきます。猛烈な泡は海面にまで達し、巡視船のすぐ横で大きくうねりを上げる光景を大プールでのミニチュア特撮で豪快に見せていきます。甲板に上がった尾形が無線で必死に呼びかけると、大成功だ、幸福に暮らせよ、さよならさよなら、そう言い残し自らのナイフで命綱を切り落とす芹沢博士。やがて海面が大きく泡立つ中にゴジラが姿を現し、両手を硬直させながら再びゆっくりと海中へと沈んでいくゴジラ。この映画史に残るゴジラの悲しい断末魔を円谷特撮が情感たっぷりに描き出していきます。海底に沈んだゴジラは徐々に白骨と化し、やがてその白骨までもが泡の中で消滅。こうして映画はあのあまりにも有名な山根博士のセリフへとつながっていきます。あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。もし水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類がまた世界のどこかに現れてくるかもしれない。あの日国会において大戸島でのゴジラ発見の報告をした際、彼らと表現していた山根博士の思いがそのラストシーンで再び叫ばれます。そしてこの言葉を最後に伊福部さんの感動のスコアが深く流れる中、映画は静かに幕を閉じていったのです。
本作を語る上で必ずと言ってよいほど言及される劇中の一コマに山根博士による200万年前発言があります。山根博士が国会においてゴジラの生態を説明する際に語られたゴジラファンの中ではおなじみのセリフです。今からおよそ200万年前、このプロントサウルスや恐竜が全盛を極めた時代、学問的にはジュラ紀、この頃から次の時代白亜紀にかけて極めて稀に生息していた海生爬虫類から陸上獣類に進化しようとする中間型の生物とみて差し支えないというものでした。もちろんジュラ紀といえば地質学的に言えばおよそ2億年前と言われていると思いますが、本作では200万年などというあまりにもかけ離れた数字を古生物学者に語らせています。この設定についてはほぼ同じ内容が加山茂さんの原作の段階ですでに記されています。それではなぜ冒険卑怯者や探偵小説を得意分野とし古生物学にも造詣の深い加山さんがこのような設定としたのでしょうか。もちろん加山さんの単純ミスがそのままスルーしてしまったなどということは考えられません。つまりこれは加山さんが意図的に言わせているのは確かで、監督や脚本家をはじめ会社側自体もその意図に賛同しており、故意にその生存年代を書き換えることによってこの物語の中に何らかの意味を込めたということです。1940年に公開され、後に1966年にレイ・ハリーハウゼンによってリメイクされた1 Million Years BC、放題紀元前100万年からも感じられる通り、確かにこの何百万年というキーワードにはどこか遠い彼方、未知なる辺境の地、石器時代と恐竜とが混在する時代交渉無視の世界観が秘められており、いわゆる架空の恐竜時代といった幻想的なイメージを想起させてくれます。つまり加山さんがこのワードを意図的に使うことで秘境冒険探としての効果を狙ったということも考えられなくもありません。さらにはこの200万年前に込められたメッセージを紐解く上で、1983年実業の日本社から刊行された円谷英二の映像世界の紀行文ゴジラの誕生の中で竹内博さんが説いたゴジラ人類説というものがあります。竹内さんによればこの200万年前という時代がアウストラロピテクスが誕生した時代と重なるというのです。アウストラロピテクスとは二足歩行の能力を有していたとされるエンジンで、有名なところでは1974年に発見されたルーシーがこれにあたります。ただ現在の学説ではこのアウストラロピテクスは現代人類の直接の祖先ではないという学説が有効のようです。しかし映画公開当時の研究では雑誌ネイチャーなどにも人類と猿の中間に位置する人類最古の祖先であるとの論文が書かれており、アウストラロピテクスが人類の祖先という考え方が有力だった時代だと思われます。そこで竹内さんの解説によれば、この映画が200万年前というセリフで伝えようとしていたのは水爆実験で蘇った怪物が実は人類を指していたのではないかという考え方です。確かにそう考えれば、その外形から見て獣類とは程遠いゴジラを海生爬虫類から陸上獣類へと進化しようとする中間型の生物と設定していることについても辻褄が合ってくると思います。人類が生み出した悪魔の兵器が実戦に使用され、日本の都市を2度にわたって壊滅させたのは本作公開のほんの9年前のことです。さらにその加害国を含む列強諸国はその後も何らためらいもせず、世界の分断を言い訳としてさらなる威力の増強と拡大を競い合い、度重なる水爆実験を繰り返している状況でした。また本作が公開されたのと同じ年の3月には田中プロデューサーが本作のアイデアを思いつくきっかけとなったビキニ干渉における水爆実験により再び日本漁船が被爆するという事件が発生しており、その後も日本各地で黒い雨が測定されるなど、まさにこの映画が公開された当時の日本はその人間の愚かさを毎日のように見せつけられていた時代だったと思われます。そんな時代の中で本作が200万年前というセリフの中に込めた思いこそ、自ら滅亡の道へと突き進んでいく人類に宛てた警告のメッセージに他ならないと感じるのです。それではここからゴジラファンの間で長年語られてきた本作におけるゴジラの東京蹂躙の工程を見ていくことといたしましょう。ゴジラの東京襲撃シーンはその進行過程から東京大空襲の再現であるという意見はよく聞きます。確かに円谷監督が描き出した東京を炎の海と化していく光景をゴジラのシルエットとともに特撮の円形で捉えていった地獄絵図や、本田監督による臨時収容所の様子を描いたドキュメンタリータッチの本編演出は胸が締め付けられるほどのリアリティで迫り、確実にかつての日本全土を焦土と化した大空襲の惨状を想起させようとする制作陣の意図が明確に感じられるシーンとなっています。しかしここで注目すべきは、このゴジラによる東京蹂躙の工程が東京大空襲のコースとは明らかに異なっているという事実です。それは
1999年刊行の小林豊明さん著ゴジラの論理の中で小林さんが着目されていたゴジラは隅田川を越えていないという考察です。品川から上陸したゴジラは品川駅界隈を破壊した後、一旦海へと戻ります。そして再び芝浦海岸に上陸するところからのゴジラの足取りを見てみると、その動線が小林さんの言われている通りだということがわかります。田町駅前から三田方面、新橋、銀座尾張町、晴海通りと蹂躙したゴジラは和光の大時計や松坂屋などの主要ビルを破壊しながら中央区一帯を炎の海と化していきます。一旦皇居の手前で方向を変えると、有楽町から永田町へと移動し、国会議事堂を襲撃。朝日新聞社日劇ビル界隈の市街地を瓦礫と化し、平賀町のテレビ塔を押し倒した後、上野浅草へと移動したことをテレビのアナウンスが伝えていきます。そしてそのまま隅田川を南下し、勝時橋を横転させたゴジラは再び海中へと姿を消していきます。このゴジラの進行経路を見る限り、確かに小林さんが言われる通り、ゴジラは見事なまでに戦後の都市計画によって整備された東京西地区だけに狙いを定めており、当時まだまだ復興途中だった隅田川から東側地区には手をつけていないのです。的確に攻撃目標を都心部に絞り込んでいるこのゴジラの進行経路を見る限りにおいて、本作のゴジラが暗示していたものは必ずしも大空襲の恐怖だけではなく、それは急速な近代化によって引き起こされていくであろうさらなる破壊行為に歯止めをかけようとする立ち位置です。争うことだけでは飽き足らず、決して踏み込んではならない領域にまで手を染めようとするおごり高ぶる人間社会を徹底的に排除し、対して復興途中の地区については寛容な一面を見せる、まさに本作で語られている大戸島に伝わる荒ぶる神という位置づけにつながっていると感じます。それでも劇中の芹沢博士は自らを封印することで何とか神を鎮めようと抗います。しかしその行為はどこまでも無力で、すぐにでも他の誰かの手によって同じ過ちが繰り返されるのはこれまでの歴史からも明らかです。しかも芹沢博士が用意した腹絵の具自体が海中の酸素を破壊するという生態系への破滅を招く道具でしかないのです。人類が悪魔を生み出し、人類が自らの手で滅ぼし、またより強靭となった新たな悪魔が人類によって生み出されていく、この愚かなる無限ループは一人の人間が身を捧げたところで決して食い止めることができないということを図らずも現実の社会が証明しています。もはやゴジラという神の手を借りることしか残された手立てはないというのでしょうか。こうして初代ゴジラ誕生から70年が経過し、かの大戦から80年を迎えようとしている現在においても、芹沢博士の命を懸けた叫びは全く世界に届いていないのが現状です。人類はこれまで真剣に悪魔のループを止めようとしてこなかった上に、世界情勢は今まさに危険水域の限界に達しようとしています。このまま突き進めば明日にでもさらなる怪物が誕生してしまうのは必至です。いや、すでにその怪物は産声を上げており、日ごと成長を続けているのは明らかです。くしくも山根博士が最後につぶやいたあのゴジラの同類がまた世界のどこかへ現れてくるかもしれない。今回改めて本作を見直してみて、この山根博士のセリフが意味するゴジラの同類とは、今まさに世界各地で現実に起きている状況そのものであり、その同類は今後ますます増殖し巨大化していくのではないかと押し寄せてくる恐怖に前を身を震わせている今日この頃なのです。というわけで本日の動画はこれにて終了です。3回に分けてお届けしてきました初代ゴジラ企画、まだまだ解説しきれていない部分も多々あったかとは思いますが、一旦はここで締めさせていただきたいと存じます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。